こんにちは、快適アートです。今日は鉛筆デッサンでリンゴを描いていきたいと思います。こんな感じで10分、30分、1時間という風に時間を区切って描き進めていくそれぞれの工程でどのようなことに注意して描いているのかなどを解説していきたいと思っています。今回のデッサンではリンゴ1つを1時間かけてデッサンしていくんですが、このデッサンの目的としてはできるだけたくさんバランスよくこのリンゴの特徴を伝えられるデッサンを目指しています。パッと見た時に感じられる形の印象、明暗の印象、色味や質感などをできるだけ多く1時間で表現できたらいいなと思います。まずはデッサン開始から約10分間の制作工程です。ここでは当たりを取り、形を書き込み、大まかな明暗をつけていきます。まずは当たりを取りますが、当たりの線や下書きは後々残したくないので 2B くらいの柔らかめの鉛筆で尖っていないものを使っていきます。まずは画面のどこにどんな形が入るのかを簡単な図形で表していきます。今回はリンゴ1つを描いていくので円で大体の大きさと位置を決めておきました。底辺の位置を決めておくと形を取る際の指標になります。大きさについてはモチーフよりも少し大きめに描くことをお勧めします。だいたいモチーフの実寸の 1.2 倍から 1.5 倍くらいで描くと小さすぎず大きすぎず実際のモチーフの大きさも伝わりやすいデッサンになると思います。具体的な形を線で描き表していきます。細かい起伏は追わずに簡略化したやや直線的な線で輪郭を描いていきます。だいたい形が取れてきたら軸になる線を確かめておくと重心のイメージがつきやすいです。このリンゴは軸がちょっと斜めになっている感じです。面の切り替わりを簡単に線で表しておきます。今回は光が当たっている上側と影になっている下側とが分かれているところに線を描きました。特徴的な膨らみや立体感がある部分を少し強めの線で形を決めていきます。明暗を塗る際のはみ出しなどで大きく形が狂わないようにこの作業をしています。はじめに形を決めすぎず、明暗を塗ったり細部を描写したりしながら形を整えていくので、この段階では線は少なめです。3B の柔らかめの鉛筆で大まかに明暗を塗っていきます。タッチをつけるときは隙間を空けて網目のように塗らず、同じ方向のタッチを帯状に塗っていきます。面が切り替わって光が当たらず陰っている下側を塗っていきます。ここでは縦方向の帯状のタッチを使って暗さを出しています。重ねてタッチを密にしていきます。線の折り返し地点が濃くなってしまっているところは練りゴムで消しておきます。周辺は短い帯状のタッチで少し細かく立体感を追っていきます。鉛筆の持ち方については2種類くらいありますが、私はどちらでもいいと考えています。ここのタッチを書くときはこの持ち方だとちょっと手首が辛いです。手首の角度などで書きづらいと正確な形が描写できないので、無理に感じない持ち方で書くのがベストだと思います。字を書くときと同じ持ち方だとやや筆圧が強くなりがちですので、筆致を目立たせたくない場合は注意が必要です。面の向きに合わせたタッチで全体の立体感を確認しながら塗っていきます。面の向きを意識したタッチで全体の立体感を一通りかけたら暗い部分を描いていきます。タッチは簡略化して直線的ですが短めで方向をこまめに変えることによって丸みのある滑らかな形状に近づけていきます。縦方向のタッチだけでなく横方向のタッチも使ってさらに明暗をつけていきます。今回は左斜め上に強い光源があるので右下が暗い感じになっています。全体的に明暗が取れてきたので下側の反射光も少し描き加えていきます。明暗を少し調整してから練りゴムで色を薄くしていきます。
消えすぎたところは上からタッチを乗せておきます。大まかな明暗の上からもう少し細かい面の変化を短いタッチで描いていきます。この段階ではリンゴの固有色にも着目しています。立体に沿ったタッチで色味の変化と陰影を同時に描いていっています。立体感や色味がだいぶ出てきたので、そろそろヘタも描き込んでいきます。私はデッサンをするとき気になったところや見せ場になるところから描いていきますが、リンゴの場合の見せ場はヘタ周辺かなと思います。ヘタ周辺は他の部分に比べて形の変化がたくさんあるので、書き込みの手間もより多くしています。短時間のデッサンでは書き込み量にも多少強弱をつけることで、見た目の印象を目で見た感じに近づけることができると思います。書き込みがだいたいできたら一度ティッシュでこすっていきます。タッチを目立たせたくないところ、影や回り込みなどで鈍い印象にしたいところをこすっています。逆に手前の部分はタッチが見えている方が鮮明な印象になるのでこすっていません。床の影を描き入れます。主に水平なタッチを使って平らな床を描き込んでいきます。平行なタッチで大まかな影の形や大きさを塗れたら、緩やかな斜めのタッチを使っていきます。モチーフの接点近くになるにつれてだんだん影の色が濃くなるように調節しています。影のシルエットの境界線をティッシュなどでぼかします。練りゴムを使って影の形を整えていきます。指でこすったりしながら細かい修正をしていきます。明暗が足りていないところにタッチを加えたり、光っているところを練りゴムで抜いて調整します。鉛筆で塗り重ねていくだけだと黒い色の足し算になってしまうんですが、練りゴムなどを使うことによって紙の白を用いた引き算のデッサンができるようになります。目立ちしている雑なタッチや色ムラを消去して完成です。開始から約10分でこんな感じです。この段階ではこれが球体だということや、蓋がついているので果物だろうなということは分かる程度の特徴が捉えられていると思います。次は20分追加して開始から30分経過までを見ていきます。この工程では明暗、色味、質感の書き込みを加えていきます。まずは練りゴムで全体的に消します。棒状にした練りゴムを画面の上で転がして全体をうっすらと消していきます。雑なタッチや不本意に筆圧が強くなってしまったところ、定着していない鉛筆の粒子などを取り除きます。一度画面を整えてあげることで書き込みをした時にできるムラやざらつきを減らせます。質感と色味を出したいので B の鉛筆を使っていきます。手前の方から描いていきますが、ぼやっとしている部分をしっかり形を取り直して描いていきます。パリッと張りのあるリンゴの顔の質感を出したいので、鉛筆は縦気味でタッチを詰めて描いています。ざっくりとした明暗は少し柔らかめの鉛筆でするんですが、質感を出したいときは質感に合った鉛筆を使うようにしています。リンゴの場合は中明度からやや暗い色合いでツヤっとした皮なので、質感を出しながら明暗色味を整える工程では B の鉛筆を多用しました。縦方向、横方向のタッチを交互に使いながら全体的に陰影、色味を追加していきます。質感表現にはタッチが要となるので、ツヤっとして中身の詰まったリンゴを表現するために、できるだけシャープでムラのないタッチで塗っています。
タッチが詰まってきてリンゴ本体の明暗などは大体出てきました。床の影も上から重ねて書き込んでいきます。影は一気に暗くせずにタッチを重ねて暗さを出していきます。タッチが重なったりで余分に暗くなってしまったところやムラができたところは見つけ次第練りゴムで色を塗っていきます。放っておくと書き込みの時に邪魔になってしまいます。床の影を描いたらリンゴ本体の方も明暗を調節していきます。床との接地面が一番暗い色に見えることから逆算して他の部分の明暗を加減していきます。なので床の影の色は途中段階でしっかり暗さを確認して床の影本体の明暗、床の影本体という風に繰り返して描くようにしています。見せ場となるところはタッチの一本一本を丁寧に描いていきます。この時もリンゴの皮の表面の筋のような色ムラを参考にしてタッチを加えていっています。見せ場になるヘタのあたりはちょっと目立つくらいの強めのタッチで描き込んでいます。ヘタあたりの細かい立体感を描き込んでいます。小さい起伏ごとにしっかり明暗をつけていきます。ヘタの書き込みも強めのタッチでしていきます。詳細な形を描くのと同時に色を塗っています。さらにタッチを詰めて明暗の調節をしていきます。明暗の暗いところがかなり仕上がってきているので練りゴムで光を抜いて明るい方も表現していきます。最も強く光っているハイライト以外は上からタッチを加えたりして柔らかい光に見せています。明るい部分の調節ができたらこんな感じです。具体的な形や色味、質感が少し見えてきた感じがします。次はさらに30分追加して完成まで描いていきます。ここでは細部描写と最終仕上げをしていきます。2B の鉛筆を使います。これまでの工程では大まかな立体感、質感、明暗を意識して土台を作ってきましたので、その上に模様やさらに細かい色の変化、質感の表情を描き加えていきます。2B の鉛筆を使って濃い赤の皮の模様を描いていきます。大きめなものや目立つ特徴があるものから先に描いています。
影になっていて暗いところなど柄が目立たないところは柄が連なっているような感じのつなげたタッチで描いています。柄が全体的に入ってきたら反射光のあたりなど目立ちすぎているところをティッシュでぼかしていきます。柄の見え加減が調整できたらさらに上から柄を描き加えていきます。柄がかなり入ってきたので B の鉛筆で上から明暗を整えていきます。弧を描くような大きめのタッチで陰影を追加していきます。上から重ねて何回も描き明暗を調節していきます。皮の表面の柄のような細部を描き込んでいくと面が滑らかに続いているという全体感が薄れてくるので、細部描写をしたら上から面のタッチを加えるというのを何度かに分けて調整していきます。ここまで来ると全体がだいぶクリアに見えてきます。ペン型消しゴムで色を抜き、ヘタの部分をもっと詳細に描き込んでいきます。小さい範囲なんですが、円筒形に沿ったタッチをしっかりつけていきます。目立つ立体感があるところは HB くらいの鉛筆でタッチを強めにつけていきます。ここは弧を描くような線を重ねて丸みを表現しています。鉛筆を立ててシャープな線が出るようにしています。筆速は速めです。鉛筆を寝かせたタッチはもさっとした印象になるので、完成形の皮がパリッとした印象に合わせて少し硬い印象のタッチで明暗を調節しています。
鉛筆デッサンでは基本的に最後にのせた鉛筆の質感が目立ちます。質感と書き方についてはこんな因果関係があると思います。質感を硬くしたいときは芯は硬めのもの、筆速は速く、筆圧は強くすると質感が硬く見えます。逆に柔らかくしたい場合は芯は柔らかめに、筆速は遅く、筆圧は弱くすると柔らかく見えます。手前はタッチを目立たせて、奥はティッシュなどでこすってぼかして調整します。細かい書き込みと明暗の調整が終わりました。ペン消しゴムを使って革にある白い点々を書き込んでいきます。リンゴ本体が完成したので F くらいの鉛筆で床の影を描き加えていきます。後で消すことを考えて長めのタッチで影を描いています。硬くて無機物な感じをイメージしてシャープな線を使っています。最後に練りゴムで影の形を整えて完成です。今回はこんな感じで私なりのデッサンを描く時の描き進め方や描く時のコツ、描いている時に考えていることなんかをざっくりと解説してみました。描いている時に考えていることを言語化して全部言っていくのが結構難しいと感じたので、かなりざっくりと説明したものになっているんですが、もしこういうのがわからなかったよというところがあれば、気兼ねなくコメント欄で質問してください。またこの動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。